ちは、メタスピリチュアル探求家のミリカです。今回皆さんには、まだあまり知られていない私たちの脳にある秘められた驚異の力、ガンマ波についてお話しします。最後にはガンマ波が活性するというバシャールの呼吸法のお話もありますので、ぜひ全部聞いてみてくださいね。ガンマ波って何ですか？そう思われたあなた様。はい、確かに聞き慣れない言葉ですよね。脳波って色々あるんです。デルタ波デルタ波 0.5、4HZ。出力の特徴は深い睡眠や幼児期の活動。シータ波シータ波 4、8HZ。出力の特徴はリラクゼーションや夢の状態。アルファ波アルファ波 8、13HZ。出力の特徴はリラックスしているが覚醒状態。ベータ波ベータ波 13、30HZ。出力の特徴は集中や活発な思考。問題解決。ガンマ波ガンマ波 30HZ 以上。出力の特徴は、特に意識の工事機能、高度な情報処理、認識などに関係。ということで、それぞれが脳の電気活動を反映するものなのですが、こうして他の脳波と比べると、ガンマ波は周波数領域が高いことや、認知や注意の集中、学習、記憶などの高度な脳機能に関連しているとのことで、脳波のガンマ波はちょっと特別。わお。では、スピリチュアルの視点で見てみると、こんなすごい特徴があるそうです。それは、意識を高みへ。ガンマ波は非常に高い周波数、深い瞑想や高い意識状態、覚醒、または大いなる存在から啓示を受けたような体験と語られることがあります。これらの状態では、個人の意識が通常の認識を超えて拡張し、まるで自分と宇宙が統合されたかのような一体感を感じる瞬間が訪れるとされています。霊的な覚醒、スピリチュアルプラクティス、例えば、瞑想、祈り、チャンティングなどの行いでガンマ波が増加することは、霊的な覚醒や悟りへの道の歩みを進めると言われています。特に、チベットの僧侶や上級の瞑想者における研究では、瞑想中にガンマ波が顕著に増加することが報告されているのです。エネルギーセンターチャクラの活性化。一部のスピリチュアルな理論では、ガンマ波の増加は特に頭頂部にあるサハスラーラチャクラ。これは宇宙意識や霊性と深く関わっているとされている。第7のチャクラ、そしてエネルギーセンターの開花や活性化と関連づけられます。これにより、霊的な知識や宇宙的な意識へのアクセスが可能になるとされます。シンクロニシティ、ガンマ波が高い状態では、日常生活の中でシンクロニシティ、意味のある偶然の一致が増えるという説もあります。これは、個人が宇宙の流れやエネルギーに同調している証拠とみなされるのです。超越的体験、高いガンマ波は、その人が通常の時間感覚や自我から超越していき、宇宙意識や無限の存在と一体化する体験を促進する可能性があるとされています。これは、啓示つまりこの世界の真理や超越的な知識や知恵を認識できたり、ビジョン、または直感的な感覚の増加につながることがあります。これらの特徴があるということになんだかすごい可能性を感じますよね。まだまだ行きますよ。次にガンマ波を実際に有効利用することに関するいくつかの事例や研究があるらしいのです。どんなことが行われているのかな？早速見てみましょう。瞑想と意識の向上。まずはじめにリチャード・デビッドソン教授らによるチベット僧侶の研究です。長期間の瞑想経験を持つ生涯に6万2000時間以上も瞑想を行ってきた驚異的レベルの瞑想家、チベットの僧侶の脳波を測定した結果、彼らの脳内ではなんと永続的に非常に強いガンマ波が発生していたとのことでした。そして注目すべき興味深いところは瞑想中だけでなく、日常のあらゆる場面で非常に高いガンマ波活動を示すことが明らかになったのです。これは、瞑想が意識の工事状態や集中力、そして幸福感を高め続ける手段として使われている証拠の一つの驚きの発見となったのです。未来に向けた創造性と問題解決、いくつかの研究では、ガンマ波の活動が高い状態にある人々は、創造的な問題解決や新しい視点を見出す能力が向上する可能性があることが示唆されています。これは、
ガンマ波が異なる脳領域間の同期を促進し、情報の一体化や複雑な認知タスクの処理を助けるからです。今まで思いつかなかったような視点や気づきによって、現代のあらゆる問題にクリエイティブで新たな方法が見出されるかもしれません。解決していない人類にとっての様々な問題を意外な切り口でその真核を見せてくれる人が出てくるかもしれないのです。認知症発症の方など認知機能の改善、ガンマ波の刺激やトレーニング、例えば音声や光のパルスを用いたニューロフィードバックは注意力、記憶力、学習能力の向上に関連づけられることがあります。特に認知症を発症されておられる人の治療法としての可能性が見出されています。精神疾患の治療、ガンマ波の異常は統合失調症に関連しているという方もいて、ガンマ波の正常化が症状の緩和に役立つ可能性があるという研究もあります。そして一部の研究でガンマ波の活動が低下している患者さんがうつ病を発症してしまうという場合があり、ガンマ波の増加が治療、効果をもたらすのではないかと今、後の研究の成果に期待を寄せられています。脳の可塑性と再生リハビリテーション。ガンマ波の増加は神経可塑性つまり変化を高め、学習や脳の再生を促進する可能性があるとされています。これは脳卒中後のリハビリテーションや神経回路の再構成に役立つ可能性があるのです。注意点もあります。これらの事例はガンマ波が脳機能や精神状態に及ぼす影響を示すものであり、ガンマ波を直接利用する技術や療法が開発中であることを意味します。ガンマ波の利用はまだ研究段階であり、すべての人に適用できるわけではありません。例えば、お子様には使用をしないなど、また、倫理的な問題や人によって効果の差なども考慮する必要がまだまだあります。ですが可能性があるということならば、今後の研究に期待していたいですね。ここであなたに質問です。そんなに良いとされるなら、脳波のガンマ波を自身から出せるようなテクノロジーは存在するのでしょうか？そうですね。ガンマ波を強制的に引き出すテクノロジーについては、直接的な方法は存在しません。ですが、いくつかの手法や装置が研究されてはいるようです。これらはガンマ波の活動を促進する可能性を探るものです。それはこちらです。ニューロフィードバック。ニューロフィードバックは、一種の自己調整療法で、自分の脳波をリアルタイムでモニタリングし、ガンマ波の活動を増加させるように訓練することができます。特定の音声やビジュアルフィードバックを通じて、ユーザーはガンマ波の増加を学習することが可能です。光刺激フォトビオモジュレーション。特定の波長の光、特に赤外線や近赤外線を用いて脳に刺激を与える手法があります。これによりガンマ波の増加が観察されることがあります。例えば、アルツハイマー病の研究で、この技術がガンマ波の活動を増加させ、症状を改善する可能性が探られています。音声刺激、ガンマ波の周波数に一致するビナウラルビートやトーリズム音楽を聴くことで、ガンマ波の生成を促す試みが行われています。これは、脳が外部のリズムに同期する能力を利用したものです。系統外磁気刺激トムス。トムスは、磁気パルスを用いて脳の特定部位を刺激する方法です。ガンマ波の増加を目的としたトムスの使用は研究段階ですが、理論上は可能と考えられています。電気刺激テス、系統外直流電刺激 TDCS や系統外交流電刺激タックスなどの電気刺激方法もガンマ波の活動を増加させるための研究が行われています。これらは特定の脳領域に微弱な電流を流し、脳波パターンを変化させることができます。注意点です。これらの手法はガンマ波を機械的に出すよりも、むしろガンマ波の生成を促進するという観点で考えるべきとのこと。また、各手法の効果には個人差があり、科学的証拠はまだ完全に確立されていません。さらに、お子様には使用しないなど慎重になるべき点を重視しながら、研究の成果と安全に確信を持てるよう発展していかなければなりません。では皆さん、いきなりですが、ここから未来のシナリオを発表します。ガンマ波の恩恵を受容して人類の未来を予想すると、以下のようなシナリオが考えられます。1、意識と認知能力の進化。超人的に学習能力がアップする人々が出現か。ガンマ波が学習や記憶に直接的な影響を与える可能性があることから、将来的には
教育システムが大きく変わるかもしれません。子供たちの安全が確認されてから、一般人に普及して、個々の学習能力が飛躍的に向上し、この世界にあるありとあらゆる情報の吸収、処理速度が増すことで、より多くの科学技術や芸術の発展の加速度が増していきます。今までになかった新たな文化が作られていたり、芸術作品もかなり驚くようなものをクリエイトされていたり、全くもって予想外の暮らしを未来の人々はしているかもしれませんね。創造性が開花していくということの先へ、高いガンマ波活動はクリエイティビティと関連しているため、新しい発想やイノベーションが急増する可能性があります。ということはです。人類は未解決の問題に対して新たな解決策を見つけることが容易になり、社会の全体的な進化が促進されます。あなたは人類にとっての未解決の問題というと、どんなイメージが浮かびますか？そう。それがもしかしたらとんでもない解決法で解決されるかもしれないのです。2、精神の健康と福祉の向上。精神疾患の治療。ガンマ波の研究が進むことで、精神疾患の新しい治療法が開発されるかもしれません。これにより、現在苦しんでいる多くの人々に変化を及ぼして、より健康で充実した生活を送ることが可能性もあるかもしれません。ストレス管理をしてみよう。ガンマ波の生成を促進するテクノロジーや瞑想技術が普及すれば、ストレスや不安を効果的に管理する方法が増え、個々の生活の質が向上します。ストレスフルなものから自身を守ることができるのです。3、人間関係と社会の関係をもう一度作り直す。みんなと共感し合い理解を深め合える。ガンマ波が高い状態では、他者に対する共感力や理解力が深まると言われています。これにより、人々の間でより深い結びつきが生まれ、紛争の解決が容易になり、より平和で協調的な社会が作れるかもしれません。困っている人がいたら、多くの人が手を差し伸べられる街へとなったら良いですね。共同体のつながりが強化される。意識の工事状態が一般的なこととなることで、あらゆる人間関係のコミュニティ内外や社会全体の意識レベルが上がり、共同体の意思決定や問題解決がより穏やかにスピーディーになります。困っていたことの共有共感から改善策の提案や実行までの道のりがぐっと短縮されるかもしれません。4、技術と人間の融合。脳とコンピュータインターフェース BCI。ガンマ波の理解と利用が進めば、BCI 技術の進化も見込まれます。これにより、人間と機械の間のコミュニケーションが高度化し、障害を負っている人々の生活支援からエンターテインメントまで幅広い応用が期待されます。例えば、今までにない画期的な演劇やコンサートが繰り広げられたり、その人が抱える悩み相談をして、その人だけへの独特で特別な解決方法で導けている生活をしているとかでしょうか。人工知能との新たな協力関係、ガンマ波のパターンを学習した AI が、人間とより効果的に協業する方法を理解、開発することで、人間の知的能力を超える共同プロジェクトが可能になります。ガンマ波を利用して人間を限りなく進化、能力開発をしたら、どんな共同プロジェクトができるようになるか、あなたは想像できますか？もうスピリチュアルな進歩、霊的な理解がより深くなる。ガンマ波が高い状態での体験は、霊的な理解や宇宙意識へのアクセスを深める可能性があります。人々が自身の存在や宇宙との関係を再認識し、より俯瞰的視点で調和の取れた生き方を追求するようになる可能性があるのです。これらの予想は、ガンマ波の研究とその応用が成功裏に進むことを前提としています。しかし、技術を倫理的な観点で判断したり、プライバシー、安全性などの課題も同時に考慮しなければなりませんよね。人類の未来は、これらの技術がどのように社会に組み込まれ、規制されるかによって大きく影響を受け、今とは違った新世界になっているかもしれないのです。いくつもの枝分かれした未来への道、どれを選択しているか、人類の未来を選んでいるうちの一人はあなたなのです。はい、皆さん、お待たせいたしました。いよいよここからはバシャールについてのお話ですよ。あなたはバシャールという存在をご存知でいらっしゃいますか？それではバシャールという存在はどんな人物なのか、そしてガンマ波が活性すると言われているバシャールさんの呼吸法をご紹介いたしますね。バシャールについて、バシャール・バーシャルさんは、アンカさんによってチャネリングされたとされる集合意識です。バシャールさんは、
エササニエサッサーニと呼ばれる惑星から来た存在で、彼の教えは主に我々のスピリチュアルな成長や自己啓発、そして高次の意識状態へのアクセスに関するものを足りる。アンカさんがチャネリングしてお話をします。ワクワクの法則。ワシャールの主要な教えの一つは、ワクワクすることを追い求めることで、人生の目的を発見し、自己実現を達成することができるというものです。周波数と振動、すべてはエネルギーと周波数であるという観点から、自分の周波数を調整することで、現実を創造する能力を持つと説いています。パラレルリアリティ、無数の平行世界が存在し、私たちは自分の選択によってどのリアリティに存在するかを決めることができるという考え方です。はい、ここからは皆様お待ちかね、ワシャールの呼吸法をお話ししますね。ワシャールさんは、なんと、ガンマ波の活性化を促す呼吸法をなさいます。そして提唱もしています。これは以下のような手順で行われます。開始位置、身体をリラックスさせ、快適な姿勢で座る形、深呼吸。深呼吸というと多くの皆さんは鼻と口で呼吸することだけに意識が向いています。ですが、ガンマ波を活性するワシャールの呼吸法は独特です。それは鼻で吸い込み、息を吐くことはそうなのですが、ポイントはその時、口の奥、喉を開けて呼吸する空気を通すというところです。感覚がつかみにくい人は、鼻と口を開け、どちらでも呼吸してからそのままで、口を閉じてもう一度呼吸をしてみると良いでしょう。特有の音、息を始めるとき、喉を完全に開放し、こうという音を出しながら、ゆっくりと息を吸い込み、吐き出します。この音声は、ガンマ波の活性化を助けると言われています。音とともに、身体が振動する感覚を感じることがポイントです。呼吸のリズム。この呼吸法は、通常の呼吸リズムとは異なり、穏やかに深く、長く、意識的に行います。吸う時間と吐く時間がほぼ同じになるように調整しますが、吐く時間の方が少し長くなることもあります。継続と集中。この呼吸法を何度か繰り返します。集中力を保ち、頭の中でガンマ波の振動を感じるイメージを持ちながら行います。ワシャールによれば、恐れや疑いを手放すことで、ガンマ波状態に入りやすくなると言います。効果について、ガンマ波の活性化により、意識の高まり、直感力の向上、創造性の開花、そしてワクワクする感覚が増すとされます。また、瞑想状態やゾーンに入る助けになるとされています。この呼吸法は、ワシャールの教えが記載された書籍やオンラインの動画、ワークショップなどで紹介されています。具体的な詳細は、岩瀬明さんの宇宙の法則 YouTube チャンネルや、ワシャール関連のブログ記事で詳しく説明されているのでご覧ください。急激に呼吸法の練習をしすぎませんよう。くれぐれも無理をなさらぬようにしてください。いつもと違う感覚や具合が悪く感じたら即座に中止してください。少しずつゆっくりとしていきましょう。皆さん、この度はガンマナミやバシャールさんについての動画を見ていただきありがとうございました。ワクワクしましたね。共有させていただきました知識や呼吸法が皆さんの日常生活やスピリチュアルな旅路で少しでもお役に立てれば幸いです。もしこの話題についてさらに深く探求したい方は、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。質問やコメントも大歓迎ですので、気軽にどうぞ。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょうね。ありがとうございました。またね。